9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。2026年に向けてアメリカのウイスキー業界、特にバーボンを中心とした市場がかつてない逆風に直面しています。先日ジンビームが2026年1月から主要蒸留所の操業を無期限で停止すると発表し、ウイスキー愛好家に衝撃を与えたのは記憶に新しいと思います。背景にあるのは明確な需要の減退です。ケンタッキー州では熟成中のウイスキー在庫が過去最高水準に達し、市場は明らかな供給過剰となっています。さらに関税問題による輸出の減少、米ドルの影響、インフレによる消費者支出の圧迫も重なり、作れば売れるというかつてのバーボンブームの前提は完全に崩れつつあります。加えてより深刻なのがアルコール消費そのものの減少です。2025年、アメリカのアルコール消費量は約90年ぶりの低水準にまで落ち込みました。若い世代を中心に飲酒習慣が変化し、健康意識の高まりや飲酒リスクを強調する国際的な報告も市場に影響を与えています。こうした環境の中で中小蒸留所の破産や事業停止も相次いでいます。かつては次のバーボンブームを夢見て参入したブランドが今静かに姿を消し始めているのです。2026年初頭の今、アメリカのウイスキー業界は拡大ではなく選別と再構築の局面に入ったと言えるでしょう。今後の動向から目が離せませんね。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。今日はアイルランド食糧庁からアイリッシュウイスキーの最新の輸出動向についてお伝えします。アイリッシュウイスキーは2025年総輸出額のおよそ 45% を占め、金額にして約9億3000万ユーロと、引き続きアイルランド最大の飲料輸出カテゴリーとなりました。ただし前年比では 5% の減少。世界的に見ると2025年はウイスキー市場全体が厳しい年だったと言えます。その最大の要因がやはりアメリカ市場です。アメリカ向けのアイリッシュウイスキー輸出は前年比で約 5% 減少しました。背景には2024年後半から2025年前半にかけて関税導入を見越した在庫の積み上げがあったこと、そして2025年8月に実際に関税が導入されたことがあります。これにより年間を通じて取引環境は非常に不安定なものとなりました。さらに追い打ちをかけたのが約 12% の米ドル安です。これらの要因が重なり、アメリカの総アルコール飲料市場、いわゆる TBA 市場全体が縮小、プレミアム化の流れにもブレーキがかかりました。加えて糖尿病や肥満治療に用いられる GLP-1 の使用拡大といった新たな消費者トレンドも飲酒量に影響を与えたと分析されています。一方で長期的な視点では明るい材料もあります。アイリッシュウイスキーは過去5年間に売上ベースで 9% 成長しており、ネット小売売上の成長率ではアガベスピリッツやテキーラに次ぐ成長カテゴリーの一つとされています。地域別に見ていくと、まずヨーロッパです。EU 向けの輸出は全体として安定していましたが、国ごとに明暗が分かれました。ドイツは年初に落ち込みましたが、2025年後半にかけて回復。フランスは安定推移。ポーランドは2024年の好調さから一服しました。その一方で、ベルギー、イタリア、スペインでは良好な成長が見られます。イギリス市場では2025年はやや減少しました。年初の在庫調整、競争の激化、
そして消費者支出の圧迫が逆風となりました。注目すべきは新興市場の伸びです。アフリカ市場は2023年以降、累計で 40% 以上の成長を記録。特にナイジェリアでは通貨ナイラの問題や経済的な混乱が緩和され、約 40% の大幅成長となりました。南アフリカも 30% 成長し、アイリッシュウイスキーの重要市場として存在感を高めています。アジアも好調です。インドは 75% 以上、日本は 23% 以上の成長を2023年以降に記録。さらに中国、シンガポール、マレーシアといった市場も着実に拡大しています。オーストラリアは2024年の非常に好調な反動でやや減少しましたが、アジア太平洋地域では依然として2番目に重要な市場とされています。こうした状況を総括すると、アイリッシュウイスキーは短期的には関税、為替、インフレといった逆風を受けながらも、新興市場の成長と長期的なブランド価値の積み上げによって依然として力強い基盤を保っている、そう言える1年だったと言えそうです。以上、アイリッシュウイスキーの最新輸出動向でした。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は新潟亀田蒸留所からゾディアックサインシリーズカプリコーンです。新潟亀田蒸留所は2019年3月に会社を設立後、2021年からウイスキーの製造を米どころ日本酒王国の新潟から始めました。すべての原材料を新潟産にしたメイドイン新潟のウイスキーを目指し、小規模ながらこだわりを持って少しずつ丁寧に良質なウイスキー作りに取り組んでいます。2023年にはウイスキーの世界的品評会ワールドウイスキーアワード2023にてニューポットピーテッドがニューメイク&ヤングスピリッツ部門におけるワールドベストを獲得し、日本のみならず世界から注目を集めています。今回のカプリコーンは熟成はファーストフィルのバーボンダルを中心にシェリーダル原酒をアクセントとしてブレンド。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は落ち着いたアンバーですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートは梅の実にススの香り。ミドルノートはリンゴの皮にバニラポット。ラストノートは麦のアロマを感じます。では味わってみたいと思います。口当たりはソフトでボディはミディアム。ハイランドピートのような甘い煙。麦芽糖とバニラの甘さ。アーシーな苦味のアクセントとローストしたナッツ。フィニッシュはホワイトペッパーにジンジャーのキック。ビターなピートはショートな切れ上がりで、
ダークチョコレートのほろ苦い甘さが心地よく余韻に続きます。美味しいピートのウイスキーですね。終始穏やかなピートでフィニッシュの切れ上がりが良く、バランスが素晴らしいです。バニラやダークチョコレートの上質な甘さにナッツやフルーティーなニュアンス、そしてアーシーな苦味と厚みのある味の層に満足感が得られます。アルコール度数は 50% ありますが、刺激味は一切感じません。非常に丁寧に作られたウイスキーだからこその味わいですね。これはストレートがおすすめです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストは八里蒸留所から日の丸ウイスキー2026エディションをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。